大場さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんでしょうか。はい、これはですね、あれ何月、夏頃でしたですかね。お客さんとこから出た御用松でっていうので、ちょっとこう作ったりしたやつなんですけどね。で、それを、最終的にちょっとここ一本枝も抜きました。で、抜いて、今陣にしてます。で、これをまあ2ヶ月ぐらいこのままにしとって、完全に乾いたら。まあ溶合剤あたりをまた塗ってちょっと白くしたい。まあもうちょっと綺麗に取らないとまだ皮が少し残ってるんですけどね。まあこういうこれは練り物の石ですけどね。人間が作った石ですけど、まあだから逆言ったら自然石じゃないので、って言ってももう今はこういうのはあんまりないですけどね。まあ簡単にこう割れたりするものではないですね。で。まあこれにちょっと五葉松をこう指をこう突っ込んでたやつですね。こう穴が開いてますってもうこのまま放置しとくとですね、やっぱもったいないですよね。これもまあまあな年数がやっぱ経ってますからね。まあ簡単な剪定というかですね、こういう御用松のちょっと荒れてしまった伸び放題になってしまったやつをまあちょっと見た目少し良さそうに見えようっていうやり方なんですが、まあ要はこういう飛び出て伸びてるところを切っていくだけですね。で、その切る場所っていうのがですね、御用松の場合、まあ松全般そうですけど、胴吹きっていうのがなかなかないので、下に必ず切る時には次の芽があるのを確認して切っていきます。例えばこやつを切るのにですね、まあもうこれ自体が、ここまでありますので、この下の見えますかね、ここに次の芽がありますので、こういったやつがあるのを確認した上で切っていきますね。でこれもちょっと出てる部分、下に芽があることを確認して切っていきます。こういうのもですね、下に次の芽があるのを確認して切っていきます。こういう伸びてるやつもそうですけど、こういうのもですね、次のこの辺の芽があることを確認した上で切っていく。まあこれだったらここにありますかね。まあここで切ってもいいんだけど、まあこの辺で切っていきますね。はい、でこういうのはですね、切った切り口をずっと長年ほったらかしておくとこうやって穴になったりしますね。これどこまで入ってるんでしょうかね。で今ちょっとざっと走りながらやりましたけど、まあここが正面という感じでしょうかね。この辺がまあこれの場合なんでこういう植え方をしておられたのかがまあこっちは裏ですけどね、だからやっぱこっちが正面でしょうね。こういうような感じで、まあ春にでも植え替えをするといい感じ、はい、またちょっと小さめのですね、まあ小さめっていうこともないんですけど、御用松、まあ、ここがもうちょっと下がりゃいいけど、なかなか下げるのは難しいでしょうからね。まああとは植える角度で少し変えるかですね。こんな感じでしょうかね。やってたやつですけど、はい、まあ今こんな感じですね。はい、こんな状態にしております。元気ですよね。元気ですよ。まああんまり時期が良くない時に植え替えなんかしたんですけどね。まあそれでもまあちょっといい風にはちょっとなってきたかなというふうには思いますけどね。また春暖かくなってきてこう締めが伸びてくるとまたちょっと雰囲気もちょっと変わってくるかなというふうには思います。でその特徴の穴をこう埋めたじゃないですか。はいはいはい。これも影響はない？影響はないですけど、もうこれはこのままですよね。これがもう塞がることはないので、はい。なるほど。まあだから
こういう枝を切ったりするときはですね、注意ですね。もう完全に切ってしまうとそこは傷になるのでですね。じゃあちょっと残して切るとか。そういうことですね。ちょっと残して、でこういうのがまあ最終的にずっといずれはこれも腐っていきますからね。で腐ってどんどん取れていきますから、最終的になくなる頃にはまああんまりこうそんな目立ったあれにはならないんですけどね。でまあこういうのがあることによってまあいろいろ針金引っ掛けたりするのにも使えますからね。そういうのに使っていったりまあこの場所だとなかなかちょっと使えないですけど、まあこれからちょこちょこ考えながらですね、はい、またもうちょっとこう全体的まあ簡単にしか針金もかけてないので、木がまああんまり一気にやって弱ってもらっても困るので、まあ徐々にこうやりながらやっていくとまたそれも一つの、はい、楽しみかなと思いながら、はい、まあ今こんな感じです、夏以降ですね。なんか個性がありますよね。そうですね、どちらかというとこうじゃないといかんっていうようなのは割合まあ無視して作ってますので、はい、まあちょっとした面白みのある木にはなってきてるかなというふうには思います。はい、続いてはこれは、11月ですかね、秋の植木市の最中にしたやつですけど、やっと片方貼りましたけど、ここで出てくるのがこの間使った毛と土ですね。毛と使うんですね。使います。こんな感じでですね、まあこういう溝のところにどんどんこうまた苔を埋めていくとまたちょっと見栄えが良くなってきますね。はい、まあちょっとお客さんからもちょっとこういうのをもう一回ちょっとやってくれっていうのがあったもんですから、今回ちょっとこういう、固定する針金をつけてないタイプですね。はい。水晶岩、水が昇る岩と書くやつですねに、心拍を、まあ、両側に入れたやつです。まあ、今この寒さですからね、色はこうやってちょっと茶色くなってますけど、これまた春暖かくなってくると緑に戻っていきますけどね。まあ今こんな状態ですね。これ3点目ですね。これも、昨年の11月の木市の時ですかね、こういったちょっと石があったの、これは自然石ですね。これにまあ、心拍を植え付けたというものですね。ホームセンターあたりでも、市販の毛と土は売っております。ただちょっと
市販で売ってるのは水っぽいかな。それであまりこう粘着性がないっていう話は聞きますけど、でまあちょっと粘り気があった方がですねつけやすいとは思います。でうちはこれにですねだいたい同量ぐらいの赤玉、それと水苔を細かく切って、中に練り込んであります。これにですね、この毛と土単体だけじゃなくて赤玉とあと、水苔を練り込んであります。こういうのでちょっと粘りを出して使っていくっていう形ですね。じゃあ早速ちょっと今から泥遊びです。いつもの感じと全然違うんですね、じゃあね。まあ普段の鉢で植え替える時とはちょっと違いますね。はい。ここからはちょっと普通に植え替えの時に使うやつですね。これは山砂といつもうちで使う山砂と赤玉ですね。これを半々の割合で、混ぜたやつです。要は植えて、根が育つために必要な土ということですね。でちょっとここはみ出てるような根っこをちょっと今押し込んでいきますので、はい、また先ほどの泥遊びが出てきますね。両方に入るようにブスッと刺していきます。今回はですねこういうちょっと自然にパランと割れた石ですね、こういうのにちょっと、今人気のこういう心拍というのをちょっとつけてやってみました。これも寒さでこうやってちょっと茶色くなってますけど、春になればまた、綺麗な緑色に変わってくれると思います。はい、今だいたいこんな感じですね。はい、興味のある方はですね、クルカラ村の販売所の方をまたちょっと覗いてもらうと、面白いかなと思いますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。